自動車の先進運転支援システムで使用されるセンサーの説明のうち適切なものはどれか。可視光カメラは天候の影響を受けやすい。超音波センサーの測定距離は500メートル以上。ミリ波レーダーは信号の等色も判別できる。レーザーレーダーは建物の後ろも検知できる。はい、それでは札幌ドームを背景に今見てきた話を学習していきたいと思います。今の自動車であれば大体ついているのが安全装備なんですけれども、まずですね、ここにあるのが単眼カメラ、目が一つなんで単眼カメラって言ったりするんですけれども、それが一つ。あとはですね、調べた限りこのエンブレムからだと思うんですけれども、ミリ波という電波が出ています。あとは前にもあるんですけれども、この後ろにもある超音波ですね、この辺が主な安全装備ということになっています。では一つ一つ見ていきたいんですけど、この単眼カメラでは当然、人間の目で見ることができる可視光と言われるやつですね。可視光をこのカメラで見ることができます。これから出てるミリ波なんですけれども、電波がこう出てるわけなんですけれども、何に使うかというと、前の自動車との距離ですね、そこを測るために使われています。で、なんでミリっていうかというと、波なので波と波の間の幅があるわけですけど、それがこう1ミリとか、何ミリかなんですね。すごくこう細かいということで周波数としては高いわけですね。 Wi-Fi とかだと何センチかの波で結構このぐらいなんですけど、こんな感じなんですね。それによってこう電波が拡散していく。だから2階に Wi-Fi のアクセスポイントあっても1階でも使えたりしますよね。ちょっと電波の強度弱くなると思うんですけれども、でも一応使えるというのは周波数がある程度低いから 2.4GHz とか 5GHz ですよね。でもこのミリ波というのは細かいので指向性が高いっていうんですけども、拡散しないんですね。だから扇形にこうボワーっと広がっていくということですから、もしこれが Wi-Fi のようにですね、周波数が低いとこの辺にあったとしても反応しちゃいますよね。そうじゃなくて自分の前にあるものだけに反応させたいわけですから、指向性が高いミリ波が使われています。それからここから出ている超音波です。これは何に使うかというと、バックした時にここから後ろはなんか物があるよ、危険だよということで警告音が鳴るんですけれども、その検知に使われています。で、ミリ波にしてもそれから超音波にしても発してで帰ってくるまでの時間で距離を計算しているということになります。なんか小学校の頃に速さ、時間、距離で勉強したと思うんですけど、速さと時間が分かれば距離が分かりますよね。速さは電波の場合だと高速と一緒なのでかなりこう地球を7周半するぐらいのスピードですけど、速度分かりますよね。あと音波は確か音ですから秒速340メートルとかそれぐらいだったはずなので、速度は分かる、固定ですよね。あとは発して帰ってくるまでの時間を半分すればその対象物までの距離が分かるということになります。それでは超音波による検知をちょっと実際ぶつかったら困るので段ボールを用意したので、これで試してみたいと思います。さあ、どれぐらいで検知するんでしょうか。それではバックしていきます。どれぐらいで検知するでしょうか。ちょっと段ボールとはいえあまりぶつかってほしくないんですけど、ここですね。もうちょっと前かな。もうちょっと前、この辺ですかね。ここですね。これぐらいの距離ですから1メートルとかそれぐらいのような気がします。ではですね、これ超音波ですから結局音なんですね。音波ですから音、これを反射しないようにするための道具ってなんかわかるでしょうかね。そうですね、防音のスポンジとかなんでちょっと今用意したので、それをここに貼ってですね、検知しないかどうかを試してみます。はい、それでは上の方にですね、ちょっと雑なんですけどスポンジを貼り付けました。これで試してみます。さっきはこれぐらいの距離で。はい、ではやってみましょう。反応しないですね。さっきここで反応したはずなんですけど、全く反応しないですね。この辺で反応するんですね。だいぶ近づいてからやっと反応した感じですが、これはおそらくですね、ここから超音波が出ていってこの辺まで検知しなかったんですけど、だいぶ近づいたからこの辺下の方ですかね、この辺を検知したと思われますが、超音波、音ですから音を吸収するような素材の場合には検知しないということになります。可視光カメラというのは人間の目と同じような役割ですから、道路標識認識することができます。今ちょっと出てないですけれども、出ましたね。はい、ここで止まれというものがカメラが認識して、そしてここに表示したということになります。ということで答えは可視光カメラは天候の影響を受けやすい。これが正解になります。E の超音波センサーの測定距離なんですけれども、これ500メートルもありません。だいたい数メートル程度になります。ミリ波レーダーは信号の等色も判別できる。はい、これ誤りですね。色がわかるのは可視光カメラになります。ミリ波レーダーでわかるのは距離だけです。レーザーレーダーは建物の後ろも検知できる。これも誤りです。レーザー光線
思い浮かべていただくと一直線ですよね。指向性が非常に高いですから一直線に進むだけであり回り込むことはできません。